今日はですね、2回目はいお邪魔させていただくんですけれども、前回ちょっとその置物の、帯ですとか、はい半地棒ですとかいろいろこう揃えていただいて、ありがとうございました。で今日もう少し話を詳しく聞きたいなと思って、お邪魔させていただいてます。お願いします。お願いします。そうですね、呉服の流れていきますと、まずは、白生地を織る機屋さんというところと、その白生地を染める職人、染め屋ですね、があって、で、その2つを束ねるのが、うちが、メーカーというところが、その2つをうまいことコントロールしながら、商品を作ると。で、上がってきた商品を問屋さんに販売をする。で、問屋さんが今度は氷屋さんに販売する。で、氷屋さんが消費者に販売するっていうのが、呉服の中で一番短い最短のルートで販売している形です。なるほど。ありがとうございます。わかりやすかったです。いえ。伝統に携わるお仕事、置物もそうなんですけども、やっぱりこう、代々と、要は継承していくものでしょうか。そうですね。我々の言うとメーカーは社長が変わっていくという、言うたら技術の継承というわけではなく、会社の経営の継承というところが私らのポジションですので、ですから、本当の技術の継承ってなると職人の方になると思います。なるほど。はい。で、職人をうちらが抱えているので、その職人の技術を今度今のこの世界にどうやって残していくかっていうのは考えて、やっているっていうのが今のその呉服の中の継承といえばそちらへと思います。なるほど。はい。でもやっぱり呉服ってなかなか厳しいので、その技術を継承するためのその資金というのをどうやって捻出するかっていうのを考えていかないと、ただ単に人だけ渡して教えろって言ってもやっぱお金がかかるところなので、そこをどうするかを今悩んで考えているところです。ちなみに言える範囲でいいんですけど、最近これが大変だったなというエピソードありますか？そうですね。やはり今もそうなんですけれども、やはり職人と喋ってこんなもの作ってくれって言うんですけど、やはりお互い人間なので、もうちょっと思い違いとか、でもやっぱり職人も人間なので機械ではないので、やはりちょっと失敗をしたりとかっていうのがやっぱり多々あるので、それをどうやって失敗をリカバリーして、前の頼まれたお客さんにきっちりと収められるか、それを考えるのがやはり大変です、今は。そうですよね。はい。伝統と今の流行りといいますか、そういったものも取り入れつつという作業でもあります。そうですね。微妙なところが、呉服の流行りといいますか、それと普通の言うたらファッションの流行りはちょっとやっぱり差がありまして、今呉服の中でこんなものが流行ってるよっていうものを作っていかないとなかなか売れないっていうのがありますんで、今の呉服の流行りの色とか流行りの柄をやっぱりある程度は取り入れてやりますけど、うちはもともと親父から言われてるやっぱり品があって格があるもののものづくりをしろと言われてたんで、そのものづくりの中で新しいものを少し取り入れて今ものを作ってるっていうのが原点です。なるほど。はい。品と格。はい、品と格がないとダメやってるんです。そうですね。皆さんにとっての品と格って何ですか？やっぱり言ったらうちは私が思うのは家内に着せたいっていうものがやっぱり品と格があるもの。なるほど。はい。面白いですね。はい。漠然としてるので、自分の中で決めるっていうのは自分の好きな人に着てもらって着せたいって思えるもの。はい。がいいのかなっていうのと、あとは一般の人でも誰でもそうですけど、着姿が綺麗になる着物を作ろうと思ってます。ありがとうございます。この業界に携わる人間の特徴といいますか、その職業柄のなんですかね、癖といいますか、そういったものはあったりしますか？もう私はもともと親父に言われて、修行をしてこいと言われたんですけど、それが呉服じゃないところで修行しろって言われて、私ファミレスで修行してきたんですけど、そこから帰ってきた時一番初めに思ったのは、すごく時間がゆっくり流れる業界だなと思ったんです。まずはこうやってお客さん来られて、ずーっとお話しするんです。1
一般常識みたいな話とか、アホみたいな笑い話とか、もう全然呉服の商売と関係ないこと。お酒が好きですかみたいなようなことを喋って、それが30分、1時間で経ってから、じゃあ商売しようかってなるんですよ。もうそれが初め耐えられなかった。もっとパッと商売してパッと終わったら、もっと短く終わるようになっていうのをずっと感じてたっていうのが、ファミレスですからね。もうすごく違和感があって、で、もうやっぱりこう、呉服の人って変わった人が多いので、やはりこう、独特な考え方と独特な雰囲気と、やはりこう、昔からの業界の本当に独特な癖のある人の集まりだっていうのを感じました。あ、そうなんですね。はい。独特な雰囲気の人が多い。で、それを変えていこうと思って、もうちょっとうちはもう、今風に合わせたやり方ができないかなと思って、考えながら、今物事を進めてるっていう感じです。あ、そうですね。はい。じゃあ徐々にこうそれを変えていく。そうですね。話すことも大事やなと思ったので、やっぱりこうやって普通に喋って、それから商売するっていうのは当然ありますけれども、それが昔みたいに1時間、2時間喋ってとか、その後に食事してから商売するとか、もうそういうことはもうやめようというふうに思って、はい。で、その皆さんこう受け入れられているんですかね。そうですね。相手さんもだんだん若くなられてるので、はい。はい。昔のもう本当の年配の方はやっぱり今でもそういう形でやってはる方も多いですけど、はい。時代の流れ流れの中で、ありがとうございます。お着物とは何ですか。その思う着物とは何ですか。本当は民族衣装であるべきものだとは思うんですけど、やっぱり着るのが難しいとか、やっぱり値段が高いとか、扱いが難しいということで、なかなか民族衣装みたいなことにはなりませんけど、私としたらやっぱり日本にはやっぱり一度は着物は着てもらって、もう良さを分かってもらいたいなというふうに思いますし、で私はそれを仕事として扱って、やっぱり非常に大切なものだなというふうに思いますし、であとは自分が着ても着物ってすごくいいもんだっていうふうに思ってますので、やはりいろんな方にもっともっと着てもらいたいっていうのがずっと思ってるところで、ですから先ほどの話のファミリーセルフもそうですし、何でももうやっぱり着てもらいやすいようにっていうことを常に考えて、民族衣装とか普段にパッと着れるようなものになってほしいというのが着物に対する思いですかね。なるほど。はい。いいですね。もっとそういった方増えれば、またね、日本の、要は日本らしい風景がまた見えるっていうのが結構ワクワクしますね。はい。と思います。ありがとうございます。はい。そしたら今日はお時間割いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。